はい、どうも、こんにちは。ITDR ゲーム情報局のターン時計です。今日はですね、プレパッチ始まっていますが、皆さん、いろいろビルド試されてると思います。アンホーリー DK のタレントですね。ソロシャッフル向けに私もちょっといろいろ検討して、試して、もうこれいいんじゃないかというのが、私の中で出来上がったので、皆さんに見ていただけたらなと思います。で、試しにやってみた18ラウンド、ソロシャッフルの計3回分ですね。これが18戦やったんですけど、15戦勝っていますので、で、ダメージドーンも大幅に2以下の方とほぼほぼ2倍以上のダメージドーンが総量出ておりますので、これはかなり期待できるスペックなんじゃないかなと思います。もちろんね、まだまだチューンアップできるとは思うんですけれども、皆さんのプレイスタイルに合わせて適宜に使っていただければと思います。で、本題に早速入ろうと思います。で、今回のですね、意見のタレント変更をちょっと見ていただきたいんですけれども、この中でですね、アンホーリーをちょっと見てみると、このサドンドゥーム、真ん中ちょっとちっちゃいですけど、サドンドゥームが、リデザインされましたと。Your auto attack have a 25% chance to make your next death coil or epidemic というところで、この辺はさほど変わってないのかなと思います。ただ、ここに追加してですね、Next Death Coil will burst one festering wound ってなってるんですね。なんとデスコイルでも一つフェスタリングウォンドを破裂させることができると。サドンドゥームで 25% の確率のブロックが発生して、そのごとにデスコイルを使えば、ワンフェスタリングウォンドが消費できるということですね。この効果をですね、ぜひ活かしたいというところもあります。で、ドゥームバーストが PVP タレントにあるんですけど、ドゥームバーストだと2つフェスタリングウォンドをバーストさせることができるんですね。ということは、合わせて3つもバーストさせることができるわけです。このサドンドゥームは2つまでスタックできるんですね、ブロックを。そうすると最大6個バーストさせることができます、瞬間的に。で、もちろん、GCD は考慮しなければなりませんが、これがどうなるかというと、的にね、フェスタリングウォンドを6個貯めた状態で、ブロックも2つ持っているときに畳みかけたいっていうタイミングが訪れたとします。そうすると、サドンドゥーム2つポンポンと放って6バーストをさせて、で、アンホーリーアサルトで、これで4つ一気につけることができるので、フェスタリングウォンド。で、また4つ元に戻して、アポカリプスを使って合計3、3、4なので、10個のフェスタリング温度を短いウィンドウの中で表示させることができると。バーストできるんですね。これが強いです。もちろんプロックなので、ちょっと不安定な面もあるんですが、25% なんでね。25って書いてあったけど30まで上がってますね。バッチノートだと、25って書いてあるんですけど、今実際には、よいしょ、30% に上がってますね。なので、ほぼほぼ3回に1回スイングするために1つブロック出てくると。で、これが体感としても結構出てくるので、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、ずっとブロックしては、フェスタリング温度を貯めてバーストさせてっていうのをできる感じになっています。で、今回ご紹介したいのは、このデスコイルのバーストをね、中心に組み立てたドットとのハイブリッドです。そうは言っても、ドットビルド自体が、基本的には、皆さんこんな感じになるんじゃないかなと思います。左側はね、このヌルマジックと、フェスティガルシェルと、ディスゼイコを取って、アボミネーションリムは、適宜必要に応じてでいいと思います。特にダメージがね、バーストさせたいという時には、バーストじゃないですね、クリーブしたいという時には選択肢としてあるかなと思います。で、左側はいいんですけれども、右側において、このドットビルドですね。で、大きな変更点が一つあって、エボンフィーバーとバースティングソアーズが一緒に持てるようになったんですね。これが良いですよと。で、二つとも取った状態で、で、アボミも今回復活しているので、アボミネーションで、一気にバースト1.5分間隔でかけることができます。アンホーリアサルトとタイミングは合っているので管理はしやすいんですけど、対策もされやすいというところがあります。で、やっぱり CD をもう一つ持つっていうのはめんどくさいところがあるので、個人的にはここを外しておきたいなっていうので考えたのが今回のビルドですね。アボミも外して、アーミー・オブ・ザ・デッドも外して、
で、今回のパッチで、セットボーナスも変わってるんですね。ここです。2セットボーナスと4セットボーナスもデザインを変更になっています。で、4セットボーナスの場合は、この2セットボーナスが発動しているときに最大 15%、プライマリーゴールが自分の並走 8% から最大 15% 強化してくれます。バイルインフュージョンじゃない場合は 8%。バイルインフュージョンの間に発生したら 15%。結構どちらでも強いです。で、これがあるので、このゴーリッシュフレンジーですね。ゴーリッシュフレンジーとマグズ・オブ・ザ・デッドと、このドゥーム・バイディング。ピッティングですか？ドゥーム・ピッティングですかね。ちょっと発音わかんないですけど、このコンシューム・サドン・ドゥーム・コールス、ユポはマグズ・オブ・ザ・デッド、トゥ・アシスト・ユーフォー8秒。これが、役に立ってくれます。で、この構成で、アボミを使わずにコンスタントにずっと DPS を、ブロックをね、活用して、ウォンドをつけて、フェスタリングウォンドを貯めて、数秒に1回バースト、3つごとバーストさせて、また貯めてバーストさせてってやってると、コンスタントにダメージも出せますし、プレッシャーかけたい時には、今まで通りアンホーリーアサルトとアポカリプスも一緒に合わせて使って、10バーストを狙っていくと。10バーストもいったら一気に100近く飛びますからね。それは言い過ぎか。で、このね、プレイグブリンガーは変わらず取るので、スコッチストライクで10秒間隔でメンテナンス、ルーンがね、余裕があれば、これを活かしていきたいところ。で、今回はですね、デスコイルの発生がオートアタックなので、もう近距離のレンジでしか主戦場メイン考えていないので、クローリングシャドウは取らないです。で、コイルをね、バンバン使っていきたいので、ディファイルのクリーブも、もちろん隙があれば、そのタイミングが合えばいいんですけど、基本的にフェスタリング温度をばらまけるっていうビルドではないので、このペストがね、いい感じに働いてくれたら、このクリーブ活かせると思うんですけど、それは今までと特に変わらないです。で、これがね、アボミネーションを使う形でもいいんですけど、このドゥームドビーティングでマグズ・オブ・ザ・デッドが出てくる。アポカリプスでさらに出てくる。で、グルのグーリッシュフレンジーを使って、ダークトランスフォーメーションの有効なアタックスピードが上がるので、サドンドゥームもね、出てくる機会が増やせると。で、体感としては本当にずっと出てるような感じです。狙って出せるわけではないので、今この瞬間欲しいっていう時にない可能性はもちろんあるんですけれども、全体を通してダメージは出せるので、特に問題ないかなと思って。2V2 とかセットアップが重要な場面ではちょっと活かしづらいかもしれないんですけれども、ソロシャッフルには十分じゃないかなと。ね。個人的にはこのレーザーボミネーションでタイミング丸分かり、対策も丸分かりっていうのは避けられるのは嬉しい点ですし、単純にね、ボタンを増やさなくていいっていうのもあります。もちろんマクロを使って、私もレーザーボミネーション使えるようにはしてあるんですけれども、ダークトランスフォーメーションのマクロに仕込んで、ダークトランスフォーメーションした後にレーザーボミネーションを使うっていうシーケンスマクロも用意をしてあるんですけど、以前あった時から。なるべくならそういう管理はね、減らしたいので、シンプルに戦えるのがいいと思います。感覚としては、本当近接で狙っていく感じになるので、もちろんドットをね、管理しなければならない面はあるんですけれども、だいぶ戦いやすく感じています。で、このタレントで実際に戦ってみたのが、ソロバトルグラウンズ、ブリッツですね。ブリッツでちょっと微調整をしてから、ソロシャッフルで試しています。ソロシャッフル今2000超えてるんですけれども、18戦して15勝しています。強いですよ、このビルド。ダメージドーンもだいぶ出ておりますので、こういうところとか、これ全部アリーナですね。もうデスコイルとバーストがガンガン来ています。で、マグス・オブ・ザ・デッドも4、5%ですけど、全体を通してね、プレッシャーをかけるのに非常に役に立っています。こういう感じですね。なかなかおすすめです。これです。全体を通してみると、マグス・オブ・ザ・デッドが、なんと、普通のドット並みにダメージ出せてるんですね。全部まとめると。これが強いです。で、もちろんね、マグズ・オブ・ザ・デッドにもう一つタレントがあるんですね。こっちを取っても、底上げはできると思います。このメラーシングマグス。今までだったら単体しか狙わなかったのが4体まで狙ってくれますよと。ただ、これを取るためには、テストを落とさないといけなくなっちゃうので、ウォンドをつけるチャンスが減っちゃうんですね。優先度としてはもちろんウォンドの方が断然高いので、ウォンドのバーストの方がダメージ量が大きいのでね、テストで良いかなと思います。じゃあ実際にどんな風に戦っていたのかっていうのをお見せしたいんですけれども、やはりですね、
まず、どういう風にやるかっていうのをお見せしましょう。ちょっとダミーいきますね。で、基本的にクリーブではなくてシングルターゲット狙いになります。もちろんね、デスコイルが2つ出るので、余裕があればフェスタリング温度をばらまいていただいてもいいんですけれども、結構ブロックが出るので、その辺もどんどんね、動きもチューンアップしていければとは思うんですが、このフェスタリングストライクが2ルーン使うので、ルーンが足りないんですよね。2人以上につけようと思うと。そうすると、先ほどのベストであったりとか、インフェクテッドクローズで、こう、アクティブ、自分から押すボタンではないのでアクティブではないんですけど、自分でボタンを押さなくてもつけてくれるこのタレントっていうのが重要になってきます。では実際にどういう風にオープンしていくかというところですけど、基本的に PVP タレントはこのドゥームバーストを取るので、このドゥームバーストを有効にした状態で、フェスタリング温度が2つ。で、ドゥームバーストが、デスコイルがもう1つ、ドカンといってくれるので、これをね、狙っていきたいと思います。では、行きましょうか。で、何もない状態から戦うときっていうと、ダークトランスフォーメーションして、アポカリプスして、で、ブロック出てきたのをどんどん出して、超えないように使っていって、ブロックを待って、ブロックして、ドーンと出すと。これをずっと続けていく感じですね。で、やっぱり、ある程度の管理は必要になるので、全く管理が抜けるっていうわけではないんですけど、基本的にはフェスタリング温度を気にしてあげてたらいい感じになると。フェスタリング温度とドットをキープしてずっと戦う。で、できるだけ張り付くと。で、デスコイルのね、ドットがあるので、焦ってボンボコボンボコ叩かなくても大丈夫です。ただ、エネルギーがね、もったいない時にはもうどんどん使っちゃえばいいと思います。こうやって。こういう感じですね。これをずっと続ける感じです。で、今のだけでどういう感じになってるかというと、見ていただくとわかるんですけど、このマグズ・オブ・ザ・デッドがアポカリプスだけじゃなくて、デスコイルのサドンドゥームを消費するたびに1体どんどん追加されて、みんなでどどそこボルトを打ってくれるわけなんですね。結構ダメージ量があります。で、デスコイルはもちろん強いんですが、ドットもね、今回、エボンフィーバーとバースティングソアーズ、両立するようになったので、これがどちらも効いてきてる感じになります。で、そうすると、デスコイルとドットとフェスタリング温度のバースト、もうこれで一気にいけると思います。で、3つまとめてやるので、10万ちょっとぐらいのダメージになります。強いですよね。プロック1個消費することにもしクリットいい感じにね、キープできるのであれば、とても強いと思います。デスコイルがこれですね。ドットをね、つけてくれるので、4秒ですね。これも非常に強いです。で、アディショナルもあるので、この辺、そんな変わった構成はしていないので、大丈夫かと思いますが、もう一回やってみましょうかね。CD 開けたので。で、私の場合はですね、このアンホーリーグラウンド取っていないので、本当に対象しかいない時には D&D はスネア目的でしか使わないですね。レブしない時はですけど。ではやってみましょうか。もう一回、このドゥームのね、ドゥームビッティング、バイディングわかんないんですけど、これでね、マグズ・オブ・ザ・デッドが出てくるところもちょっと見ていただければと思います。いい角度がないかな。こんな感じでは、いきますね。ダークトランスフォーメーション、アポカリプス、ブロック出すを、今ちょっと間違えちゃいましたけれども、ブロックがね、なるべく高いところで消費をしていきたい。ただ、このルーンがね、間に合わないとタイミングが合わないんで、そうすると、このエネルギーがオーバーフローしちゃうんで、その辺は気をつけてあげればいいかなと思います。こうやってね、やってあげれば、十分、アボミを使わなくても、戦闘に
なります。ダメージ量も出せます。プレッシャーもかけれます。で、自分が設定して、メインターゲットに設定できないときはサブターゲットにテスタリング温度をつけておけば、デスコイルって飛んでいくので2つ。別にクリーブのようにみんなが近くにいなくても、2人以上にプレッシャーをかけることもできます。そのためにはフェスタリング温度とルーンの管理が重要になってくるんですけど、それ DK の宿命なので、そこは今仕方ないですね。ただ、一つ、アボミネーション任務の管理が減るというか増やさないで済むっていうんですかね。ので、非常におすすめです。このバーストがね、とっても強いです。では、もう一つ。このセットボーナスを活かしたいので、なるべくセットボーナス4つになってからこのビルドにした方がいいですね。もちろんない状態でも、サブキャラでも十分強いことは確認できているんですけど、やっぱり体感が違います。エーストがあるかないかはね。非常にセットボーナスの乗ってないサブキャラですると、非常にタイミングが遅く感じますので、できればセットは揃った方が良いです。当然このパーセントのキャップはね、目標値は目指していただきたいところです。で、私もまだまだ全部ちゃんとね、ハイクオリティにしてなかったりするんですけれど、そういうところも突き詰めていけばもっと使用感も上がるかなと思います。で、ここから、あれですね、アボミにやっぱり振りたいよという方も全然いいと思います。そこはプレイスタイルに合わせて選んでいただければと思います。今まで以上にこのヌルマジックが入って、このシェルもついたことで、今までだったら、レタパルとか、非常に苦しいものがあったんですけれども、よりタフネスを獲得しているので、張り付いても、そんなピンチになることっていうのは減ったように感じます。張り付くのは、サドゥンドゥームを発生させるためですね。で、場合によってはこのプレイグブリンガーも外してしまってもいいかもしれないです。外して、こっちをね、取ってみたりとか、いろいろまだ検討する余地はあると思うので、ぜひ皆さんもこのプレイスタイルお試しいただければと思います。コイルバーストって勝手に呼んでますけど、昔にもなんかありましたよね、デスコイルの。ちょっと最近の名前はチェックしてないので、ぜひともお使いいただければと思います。ではですね、実際にそれを使って、このコイルバーストのタレントでアリーナ戦った場面をね、見ていただければと思います。これ動画なんですけど、配信の中にあった動画から抜いてきたものです。ちょっと早送りしましょうかね。で、そうですね。この辺。で、戦ってる最中においてはですね、このメインターゲット、この場合はブームキンですけど、なるべく、開幕から見ましょうか。ちょっと飛ばしすぎちゃいましたね。ここですね。開幕にダークトランスフォーメーションでデバフをつけて、もうすぐメインターゲットに行けるように。これもそのうち修正されると思いますけどね。で、ここでアンホーリーを使って、アンホーリーアサルトですかね。使って、アポカリプスも出しています。で、その後、やっぱり接敵しないと殴れないのでプロック出ないんですけど、だいたい殴ることさえできたら、だいたいプロック出てます。で、なるべくフェスタリング温度を高いストックで保てるようにして、できたら出す。できたら出すと。そうすると、常にバースト、プチバーストですか？プチでもないですね。常にですね、このデスコイルでバーストをかけれるようになっていますので、非常にいいプレッシャーになっています。で、フェスタリング温度とプロックのタイミングが合わなくても、エネルギーがオーバーフローしそうな時は、ぜひともね、せっかくのプロックなので消化してください。で、このようにすぐ落とすことができます。ダメージも結構優秀です。で、次の場面は、よいしょ。で、ここも、これでアポカリプスで、ドーンと。これは
味方のブーム金とのタイミングがあっただけなので、次ですね。で、ここでも、ブーム金をね、メインターゲット狙ってアポカリプス、ブロック出たけど先にフェスタリングウォンズをつける。間に合わなかったですね。これはちょっともったいないことしちゃいましたけれども、基本的にはこの溜まったら使う、溜まったら使うで、ずっと相手の HP にプレッシャーをかけることができます。アポカリプスを使っていないのにずっとプレッシャーをかけれるんですね。で、この場面だと、まだフェスタリング温度が1個しかないんです。ただ、もう少しで消えちゃうよっていう時には気にせずね、使ってあげたらいいと思います。その辺の管理もね、私はまだちょっとどうしようか悩んでるんですけど、ウィークオーラとか使ってもいいんじゃないかなと思います。で、ここで一気にドンと落とし切ることができるんですね。今最後の3つバーストして一気にゴソッと減ったのがお分かりいただけたんじゃないかなと思います。このようにしてね、もうどん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 ずっとバーストしてるプレイスタイル。なので、今回は明治がいなかったので、マッチアップに。こう、ずっと接敵させてくれないような相手だと、今まで以上に頑張って張り付いていかないといけないですけれども、その場合はメインターゲットを変えるなり、ステージにもよりますが、状況に応じてね、プレイスタイルを合わせていけばいいだけなので、基本的にはこのレスタリング温度を貯めて、ブロックして、ブロック使って、貯めて、ブロック使って、貯めて、ブロック使ってですね。このデスコールバーストぜひともおすすめです。やりやすいですよね。ずーっとプレッシャーかけることができていますね。このようにずーっとひたすら追いかけて、届かないときは違う人を殴ってブロック発生貯めれたら狙ってみてください。なかなかね、こう、セットアップのタイミングが難しいところもあるんで、まだまだうまいこと運用できるとは思うんですけど、ここですね。ご覧いただけました？思い出していただきたいのは、鉄コイルとか35%を切るとダメージ量が増加するんですね。なので、シャットダウンが引きやすくなっている。ということになります。で、ブロック発生した時には必ずクリティカルなのかな。で、こんな感じでね、どんどん戦って、全部で18戦して15勝したと。ずーっとプレッシャーかけてるので、メインターゲットの HP がずーっと低いままですね。という感じです。ここでグッと落として、ご覧いただいているように、ダメージドーンがほぼ倍ですね。他の DPS の。ダントツです。こんな風にね、戦っていっていただければと思います。後ろの方でもですね、ダメージドーンをちょっと見てみると、
よいしょ。よいしょ。止まれ。見ていただくと、これも誤唱したやつなんですけど、ダメージゾーンがもう2倍以上差が開いています。それもレーティングが2000超えのところでですね、1人ちょっと、2人か、ちょっと低いの混ざってますけど、なかなか強いんじゃないかなと思います。ぜひね、使ってみてください。最後にもう一度おさらいをさせていただこうと思います。よいしょ。まず今回、プレパッチで入ってきているこのセットボーナスでメインのグールがテストを与えてくれるようになっています。で、サドンドゥームが、右左でスタックね、見えるようになっているので管理もしやすくなっています。で、サドンドゥームの、リデザインがあって、これ、パッチノートには25って書いてますけど、今は30になってます。30% でブロックが発生して、やった時には、一つフェスタリング温度を外すことができると。で、ここ書いてありましたね。クリティカルストライク。ブロックが発生したものに関してはクリティカルストライク狙えるので、ビッグダメージですね。当然、フェスタリング温度のバーストもクリティカルということなので、当然じゃないか。狙えるので、ぜひともね、ハイバーストなタイミングを狙っていっていただければと思います。ゲームの方に行って、タレントの構成、左側はこのヌルマジックと、シェルと、デスズエコー。こちらを取っていただければいいかな。お好みで青みを取っていただいてもいいです。で、マッチアップによってはですね、このマジック減らした方がいいかなって思うんですけど、よくよく見ていただきたいのは、これは CC の時間も減らしてくれるんですね。どちらも。なので、相手がメレーだけであっても、ローグのね、CC チェーンとかも防ぐことができるので、防げないか。減らすことができるので、これは取っていてもいいかと思います。左側はだいたいこんな感じです。細かいところはお好みで調整していただければと思います。で、右側の方はですね、今まで通りの指針でいくと、ドットビルドはだいたいこんな感じになると思います。ディファイル取って、アボミを取る形ですね。で、アンホーリーフレンジーとスーパーストレインのシンプルなツリーですね。特に変わった点はないやつです。で、今回、ちょっと私が考えていたのは、このアボミを外したパターン。アボミを外すために、外して、もうダメージを確保するために、マグズ・オブ・ザ・デッド、アポカリプスでマグズ・オブ・ザ・デッド、デスコイルのサドンドゥームを消費したタイミングで追加のマグズ・オブ・ザ・デッドが出てくるので、ずっと戦場にはマグズ・オブ・ザ・デッドがいる感じになります。これのダメージが結構大きいので、ぜひ狙っていっていただきたいと思います。で、どれぐらいダメージゾーン結局出ていたかというと、これですね。これさっきね、お見せしたお試しのやつですけど、デスコイルとマグズ・オブ・ザ・デッド、スタリング温度。もうちょっとしか回さなかったんですけど。で、全体で見ると、こんな感じになります。強いですね。なので、なかなかね、強い数字になってますので、このマグズ・オブ・ザ・デッドもおすすめです。今まで通りの、以前あったアボミスタイルでも全然いいと思います。そこはお好みなのでお使いいただければと思います。で、オプションとして、このバイルコンテージョンですかね。これが45秒に短縮されて使いやすくはなっています。ただこっちもやっぱり CD になっているので、管理が必要です。マクロ組んでしまってもいいんですけれども、これもお好みで切り替えていただければと思います。大事なのは、ドゥームバースト、サドンドゥームでドゥームバーストを行うためには、コイルバーストを行うためには、このペストとインフェクテッドクローズがルーンを節約して、フェスタリング温度を相手にね、付与してくれる大きな助けになり得ます。やっぱルーン足りない場面が、先ほども見ていただいた中にもありましたけれども、出てくるので、なるべく温度をつける
機会は増やしておきたいところになっています。はい、そんな感じですかね。そういったフェルバストのビルドで18戦をして、2000超えのレーティングのところ18戦をして15勝して、ダメージドーンも2倍以上のダメージドーンが総量として出ておいて、なかなかいいビルドじゃないかなと思います。ぜひお試しいただければと思います。ではまた。